皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はこのエンジョイ派のロードバイク乗りの私が今年ですね買った良かったものトップ5を紹介したいと思います。なかなか自転車のパーツとかそういうガチな自転車の用品出てこないんですが、エンジョイ派の私が結構いろいろ考えて今年のベスト5はこれだといったものを持ってきたので、ぜひ最後までお楽しみください。あとぜひよろしかったら、チャンネル登録にこの動画にいいね、グッドボタンをよろしくお願いします。それではランキングの方始めていきます。どうぞ。はい、それでは第5位の発表です。こちら第5位はクロームのメッセンジャーバッグになります。このアイコニックなこの留め具のところが有名だと思います。今までですね自転車用のバッグ何個か使ってきたんですけども、クロームのもの実は2個目になりまして、他の動画で少し紹介したカディットっていうスリングバッグがあるんですけども、このメッセンジャーバッグカディットが良かったので、少し容量の大きいメッセンジャーバッグも購入しました。今回私が購入したクロームのバッグのモデルはミニメトロオールブラックというモデルになります。ミニという名前がついているんですけども、容量が 20.5 リットルもある結構大きめの容量のメッセンジャーバッグだと思います。こちら背負ってみてちょうどいい感じかなと思っています。ちなみにもう一つ上のモデルは CTZ というもので24リットルと、さらに横幅が少し大きなモデルとなっています。今まで愛用していたカディットスリングバッグ、こちらが9リットルでしたので、9リットルでもかなり多くのものが運べていたのですが、さらにもう少し容量が欲しいなという時が出てきたので、今回このバッグを購入しました。これらのバッグで一番気に入っているポイント、それはやはりこの背負い心地です。ライド中はもちろん普段の街歩きだとかでもすごく背負い心地が良いので重宝しています。特にサイドストラップ、シンプルな構造ですが、このサイドストラップがライド中はもとよりそれ以外の時にもかなり役立っています。そしてこれから冬ですが、これらの商品はスキーやボードのようなウィンタースポーツの時も大変便利だと思っています。このサイドストラップがあるので、滑りをする際に体にピタッとカバンがつくので、本当に冬ある程度の防水性能もあり、非常に便利に使えるバッグだと思います。それでは第4位の発表です。第4位はこちら、トップチューブバッグボントレガートレックのバッグになります。実はこのトップチューブバッグ、以前別の商品を紹介したことがあります。そちらはこちらドイターの非常に小さなサイズ感の良いトップチューブバッグになります。このバッグ非常に気に入っていて、このバッグがあってこのトップチューブに信号待ちなり少し停車した時も全然邪魔にならずにいいサイズ感だなと思って使っていました。ただですね、携帯用のバッテリーとかカロリーメイトのような補給食だとか、結構物を少し入れると本当にパンパンになって入れる時に結構窮屈になってきたりしていました。そしてこのサイズ感気に入っていたので、少しだけ大きなものないかなと探していたところ、このボントレガートレックのボントレガーのバッグを見つけました。こちらのバッグ非常に質感も良くてサイズ感も良くて、もともと気になっていた停車時にトップチューブにちょっと腰を落とすということもできるので、本当に今サイズ感といいものすごくいい商品に出会えたなと思ってます。それでは続いて第3位の発表です。第3位はじゃーん、ちょっと小さいんですけども、こちらソニーのリンクバッズっていうオープンイヤーのイヤホンになります。こちら第3位です。以前もイヤホンを少し紹介した動画を出したことがあるんですけども、このライド中の音楽というのは非常に悩ましい問題かなと思っています。普通のイヤホンは当然つけれないですし、あと選択肢としては骨伝導のイヤホンを使っている人が多いと思います。ちょっと骨伝導のずっと響いている感覚が長時間耐えられなかったので、以前まではソニーのオープンイヤーっていうイヤホンを使ってました。
こちら非常に気に入ってたんですけども、やはりもう少し上位のモデルが欲しいなと以前から思ってました。そんな時にこのリンクバッツというものに出会いました。でこちら充電時間はもう少し欲しいなというところもあるんですけども、やはり良かったなと思う点が、このコードがないというのがすごくいいなと思いました。このコードがないので、今の時期結構マスクをしますし、さらに自転車乗るときヘルメットのこの紐も気になるので、このヘルメットが脱ぎやすい、マスクがこう外しやすいっていうので、こうピッピッと耳に入れてしまう形、非常にいいなと思いました。あと気になるところとして、このライドをして落ちるんじゃないのかっていうのもあるんですけども、今まで結構乗って、実体験としては一度も落ちたことはありません。そしてソニーストアから買うと、これ落とした時の保証というのも2年間だとかオプションで付けれるので、一応そういうものに入っています。今ですね、本当にこのリンクバッツを使ってライドをする時間が楽しい時間となっています。それでは第2位の発表です。第2位はこちら。普通のメガネに見えるんですけども、こちらオークリーの実は超光レンズになっていて、この超光レンズのメガネになってます。こちらが、第2位になります。メガネが2位っていうのは結構驚きかもしれませんが、これ価格も結構関わっているのかなと思います。で自転車を乗る日なんですけども、結構在宅勤務だとか家で過ごす時間日に自転車乗ることがやはり多いです。そんな時にいつもはコンタクトをして自転車のサングラスをしてというのですが、やはり使い捨てのコンタクト、自転車を乗るためにこうパッとつけるのもったいない時もあるので、少し短い時間を乗る時っていうのは胴付きのサングラスが欲しいなっていうのが発端でした。で胴付きのサングラスを見た時にゾフっていう結構リーズナブルなメガネ屋さんがあるので、そこでスポーツ用のメガネを買って胴付きのレンズを買いました。で胴付きの、レンズに超光レンズを選択して、こう日が当たるとサングラスになるっていう超光レンズを選んで使ってました。これ非常に便利だなと思って、結構ライドの時パッと1時間2時間塗るようなライドの時に愛用してました。で普段もこういうメガネを使いたいなと思った時に、そのままかけてたいなと思った時に、スポーツ用なので結構鼻のところが強く当たるなっていうのがこう一つ不満点になってました。あと結構分厚かったり、あと自転車用にもうちょっとレンズが大きくてこう視野が広いものっていうのも欲しいなと思ってました。その時にこう普段サングラスでオークリーを使っているので、オークレーのメガネを見ていくと、このクロスリンクゼロっていうのがこう見当たりました。こちらですね、レンズの面も結構広くて、さらにですねオークレーでこう純正の銅入りのオークレーお得意のこう度が入って、でサングラスで超光っていうのも当然選べたので、そちらのレンズを注文することになりました。で目の視力もそんなに良くないので、結局この視力によってレンズの厚さだとかっていうのも決まってきて、でかなり曲線が厳しいのでこう特殊な技術も使っているので、胴付きで超光でこのオークレーの純正っていうのでかなりの値段のレンズが入りました。なのでこのクロスリンクゼロっていうメガネのフレームにこの自分用に合わせたレンズを使って、今、ライド以外普段の日用使いとしても結構使っています。よく考えられていて、フィット感だとか、本当にこう締め付け感だとか、そういう嫌な感じが全くなくて、長時間つけていても非常に楽な、メガネとして使わせてもらっています。Every change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living
はい、第1位はですね、今年一番の出会いだったなと思うこちら、今も着させてもらっているカペルミュールの、アパレル類になります。こちらの方、本当に日本人に合った体型だとかサイズ感、あとライフスタイルに合ったような服装がたくさん準備されていて、あとですね、心なしか最近いろんな量販店とかでもカペルミュールのアパレルを見るようになりました。はい、来年もカペルミュールでいい服を探してもっともっと、ライド楽しんでいきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日はエンジョイ派の私ロードバイカーが今年買って良かったものトップ5を紹介しました。なかなかこう軽いホイールだとかこう自転車に関わるものではないんですけども、自転車っていうのはもう初めに買って、それが今2年目になるんですけども、本当に買ったままで十分楽しめてます。それもこう周りで少しこうアパレルに興味が出たりだとか、あとカバンで自転車以外にもああいう買ったカバンだとかイヤホン使っているので、こう普段使いと自転車両方使えるものってなんだろうって考えながらこういろいろ買うのを考えて楽しみにしてます。楽しんでます。はい、本当にチャンネル登録、そしてここまで見ていただけならばぜひぜひこの動画にいいねをよろしくお願いします。あと何かありましたら、コメント、こんなもの買ってよかったようだとか、このランキングに関しても何でもいいのでコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。